いやー、中村くん、一旦3名が終わりましたけど、どうっすか？だから、この、使える尺どんぐらいあんのかなって疑問はありますよね。全部いきます。全部いきます、はい、すごいチャンネルだ。僕、体感ですけど、奥野さん2分間 P やったと思う。ロング P の時間あったと思うんですけどね。どうっすか？いや、ちょっと本当に現実の話なんだろうなと思いながら聞かないと現実の話だと思えないですね。思えないぐらいぶっ飛んでて。ねえ、でも今日揃ってる人たちがほぼ都市事実レベルの内容なので。次行きますか？行きましょう。行きます。奥田さん3ですね。3。鋭いの持ってるんですよね、いや、鋭いっていうか、皆さんみたいにちゃんと取材したりとか、はい、もう情報源があったりとかじゃないです。もう僕、わけわからん持論言ってるだけなんで。だからバカがバカ喋ってんなぐらいの感じで。今日答え合わせできますから。まあ確かに皆さんの方いらっしゃるんでね、はい、歴々たる方が。じゃあちょっと、そういう構造なんやったら、まあそれはやってるよな、みたいな思ったことがあって、元公安みたいな方っていらっしゃるじゃないですか。僕もなんか一回取材でちょっとお話しさせていただく機会あったんですよ。まあ警察の公安ありますよと。まあ日本のインテリジェンス機関といいますか。まあ外務省にもありますよと。で、防衛省にもありますよ。で、公安調査庁みたいな専門のところもありますよと。で、ここはまああんま横はそんなに、たまに協力するけど基本的にはそんなに繋がってないみたいな。よく盾って言いますよね。はい。まあお国のためにやってらっしゃるから、一番上にその内閣情報調査室、内調っていうところに一応全部入ると。情報収集、分析とかをして、これやった方がいいかなみたいなやつをまた内閣に下ろしてみたいなことをやってると。で、前任者の方かな、その内閣情報調査室のトップやった方の時は、情報上がってきて、これどうにかしたいけど、違法の言うたら情報活動とかであるにはあるけど、やっぱ違法じゃないものも相当あると。そういうのって言うたら立件とかもできないじゃないですか。そういう時はもう週刊誌にバーンって渡して社会的に制裁するとっていうようなことをやるっていうスキームが出来上がってた時代があったらしいんですよ。過去形なんですか？その担当の方は多分今は違う方なんで、今の方もやってるかどうかわかんないですけど、過去の方は間違いなくそういうスキームがあったらしいと。要はスキャンダルで流すってことですか？そうですよね。例えばあまりにも政権批判がきつかったコメンテーターの方の、パパ活報道を渡すとか。でその人が意見ちょっとにゃーってなるようにするとか。だからそれができるんであれば、逆もできるんやろうなと。上の組織から降りてきたやつを流してもらうこともあれば、こっちを隠したいからそっちで何か出してくれみたいなこともできるんだろうなと思ったんですよ。だからもう情報はもう芸能情報とかも集まってくるってことですよ。そうなんですよ。狙いに行きゃ多分余裕で集まってて。これ山田さん実際。ただ要するにその内閣情報官っていう人ですね。名前別にもうね調べたらおっしゃる通りで分かるねさんという人ですけど、その方は安倍さんにすごく近くて、全国の警察から全部情報を集めて、選挙前は彼は基本的に選挙情勢、今はもうめちゃくちゃ忙しいところです、選挙情勢全国でやって、しかも現地の例えば財務省とか税務署なんかもわざわざ行って、最近財務的ななんかないですかとか、そういうのも全部拾われて調査してね、それを全部中央に上げるんです。こういうのはね調べようがないですけど、ただこれ間違いないことで集まってきたのを、特にそのさんという方は警察官僚だったんで、だから全部さっきね内閣調査室とかいろんな外務省とか防衛省いろいろ法務省のね公安調査庁とかいろいろありますけど、これ縦割りだって言ってましたよね。で内閣調査室っていうのはみんなそこからね出てきた出向した人たちが集まってまして、彼らは自分で集めた情報は共有しないわけですよ、その中にいても。なので結局さんは警察だったんで、でそこに全部情報が集まってきて、こんなファイルあったんですよ、スキャンダルだけで。だからそれを持っていやもうやめました。今はプライベートで普通に自分の会社やられてますけど。今はどうなんですか？いやでもだから今もうやってる可能性はもちろんあると思います。っていうのはなぜかというと、石破政権になってすぐに内閣がね、発表されてメンバーがその1週間でね文春で4本ぐらいね内閣のメンバーのスキャンダルが出るんですよ。で文春は確かに優れたとしても、1週間でね、なんで誰が名簿を出るか分かんないわけですから、閣僚に一気に4本ねスキャンダル出せないですよ。それはリークしてるんですよ、誰かが。でそれはおそらく今言ったような組織であったりっていうところが裏にいるのは、これはもう僕別にですね、取材で僕も聞いてますし、多分そういう状況になってるのは確かです。でここまでは言ったらそういう、僕も調べたりした中でのあれなんですけど、こっからがマジでただの持論なんで、じゃないかなと思っただけなんですよ。とある事実を並べたら変な結論出たっていうことなんですけど、2020年に黒川博元東京高検検事長
がなんかその定年延長みたいな、1月定年延長になりますなんか問題になったやつ。そう問題になったじゃないですか。結構コロナと同時期ぐらいに始まって、でそれでなんかこう SNS でバーって盛り上がって、何のための定年延長やねんみたいな、なんか自分らのためにやってんちゃうか内閣がみたいな感じにまあなって、で最終的には5月ぐらいに賭け麻雀かなんかが世に出て、で結局まあ辞職されるんですけど、まあ、その黒川さんっていう方はすごく優秀な方やったらしいですけど、なんか同期にもっと優秀な方がいらっしゃったらしくて、検察的にはその方をなんかまあ上に立てたかったと。で検察の人事って、まあ、一応行政がやるんですけど、言うたら総理大臣も逮捕できる機関なわけですから、まあ、自分らで決めたやつを内閣に持ってって内閣もOK っすみたいな、もうそのまま通すのが通例やったらしいんですけど、まあその安倍政権の時に黒川さんはそこにねじ込もうとしたの、その順番を。で結局黒川さんはなんか結局 SNS やったりメディアやったりの取られ方でめっちゃ悪者になってって、で最終的には新聞記者と麻雀やってるのを文春に報じられるんですよ。メディアしかいないです周り。いやズブやんと思ったんですけど、ズブズブですやんと思ったんですけど、まあやめたと。で同期の林真琴っていう方がその東京高検検事長になられたんですけど、そのタイミングでね、話ちょっと事件としては戻るんですけど、2019年の参議院選挙の時に広島で河井案里さんが旦那の法務大臣やった河井克行さんと選挙活動で地元の議員にお金配って票集めさせてたんちゃうんかと、っていう疑惑があって、その年の年末ぐらいにはなんだかんだ第二秘書かなんかが責任取った感じで有罪かなんかでも終わってるんですよ。なんか政治家さんのそういう事件って大体秘書が責任取って終わってるイメージあるじゃないですか。なんですけど、その林さんが東京高検検事長になったらこの2人を東京地検特捜部が逮捕するんですよ。でもその日の朝からずっといかに悪い人かっていうのが朝からずっと報道されてて、夕方には逮捕かみたいな、なんで検察が今日逮捕すんのをテレビ知ってるんだろうって思いながら、そこで要は情報を流してんのかなみたいな。で僕勝手に思ってるんですけど、自民党の地方議員って河井さんがやったこと多分みんなやってると思うんですよ。普通にやってると思うんですよ、ね、県議会の自民党の方にちょっと頼むわみたいなんで、そこなあなあでやってたと思うんですよ。で見つかったら秘書に責任取らすみたいな。でも法務大臣ですよ、そことその嫁逮捕したんですよ。これってなんか検察からのお前らなんかいつでも逮捕できんねん、二度と人事に関わってくんなよってメッセージな気がしたんですよ。って思って、でまあもちろんその林真琴さんっていう方はそのまま検事総長になって、まあその退官されるんですけど、まあこの後これはただの疑問です。そっから3年ぐらいその方の写真も姿も見なかったんですけど、その3年後にパッて見たんですよ。それがジャニー社長の再発防止外部チームの座長として出てきたんですよ。これどういう意味やったんやろ繋がってんだって思ったっていう。山田さんありえるんですか？まあありえるんでしょうね。で今の話は多分そうですね、絶対政治的な思惑裏にあって、それは確実にそうですよね。見せしめる？安倍さんのことをよく思ってない勢力がいて、その人たちが情報リークしてるってことだと思います。でこのさっきの賭け麻雀の件もそうですけど、僕も未だに写真覚えてますけど、見開きの2ページ右トップって言われてるね、一番頭に出てくるんですけど、出てくるところを全部写真撮られてるんですよ。いかに文春といえども黒川さんは話題の人だとはいえ1日張り込んであれ何時間も麻雀してるんですよ。だからピンポイントで何時何分出てくるからそこを取れっていう情報が来てるのは、これはそれはもう僕も週刊誌で行ったことあるんで分かるんですけど、それは絶対そう。これ山田さんね、確かその黒川さんって安倍さんの近い人じゃなかったでしたっけ？それでだから安倍さんが延長しようとしたんですよ。ですよね。だから安倍さんが黒川さんを使えば広島の件抑えることができたんだけど、だから河合夫妻も逮捕されずに済んだはずなんだけど、かもわかんないですよね。だけど今の話の通り、その黒川さんが外されちゃったので、で動いたと。反安倍の方が動いてきたっていう。もう完全にその流れだと。でそうすると本当はもっとその広島の前々回でしたっけ、参議院選挙ね。そうですね。19年ですからね。私たまたまその後に広島の地方議員選挙で広島回ったことあったんだけど、みんなお金もらってるんですよ。みんなね。あの時配られたお金ってのは確か1億5,000万かなんか。そんないくらなんでも一県のね、そんな動くんですか？普通ありえない。だからそれはやっぱり安倍さんと当時の二階さんかな、が特別に持ってきたお金で力入れてたんですよね。となると、それは何らかの検察が動けばね、本当はトップまで
行く話だったんじゃないのっていうふうに聞いてたんだけど。おー、そもそも。特捜部ってそもそもアメリカじゃない。あ、そうですよね、特捜部。だから当時のだから民主党政権、そっちの思惑あるんじゃん。黒川さんって最初に徴用されたって民主党政権の時なんですもんね。だから多分全政治家に検察怖いから黒川さんって多分政治家と話ができる検察官やったんですよ。なるほどね。だから多分安倍さんにとか自民党というよりは政治家に徴用されてたっぽいんですよね。で検察中の検察が多分取って変わったんでしょうね、その人。だからもうズドンですよね。政治家全員に釘刺した一撃やったんちゃうかなっていう。じゃあそれが影響力があるからジャニーズの何かやるっていう時になった場合に、おそらくそういう人、まあ、コネもあるし横の流れもあるし、いろいろ工作ができるんで。ちょっとそういう動きすいません、ジャニーズっていうワードが出ると僕どんな顔していいのかそうですよね。当たり前のようにしゃべる。つまり日本の検察庁というのは想像以上にとんでもない力を持っているんです。誰が首相になるかによって誰を逮捕するかが決まる。裏を返せば正義の天秤なんて最初から傾いているのかもしれないです。この社会表向きは法と秩序で動いているように見えて、実は見えない手が都合よく操っているだけなのかも。まあでも、そういうのがごめいてるんですよ。いやー、なるほど。でもこれ本当残念だなと思うのは、そういう裏があったんだ、あったのかもな。じゃあ明日からはちょっとそういう視点で物事いろいろ世の中見なきゃなって思ったとしても、でもこれ残念ながら多分明日以降も週刊誌見たりとかテレビ見て、ああそうなのかって言ってあんまり変わんないんだろうなっていうね気持ちもあるんで、確かにね。難しいところなんだね。難しいよね。どれがどれっていうのが無理っすよね。無理っすか。審議どれが審議。そうですよ。でも今日奥野さんがその辺を解説してくれるのをこれは楽しみにね。楽しみ。そればっかりも楽しみ。大丈夫ですか、通り君。いや、本当に話聞いてて、はい僕もやっぱそういう世界にいるので、作られた世界であろうとそこでやっぱ感動したこととかが心には残ってるので、そうだよねちょっと複雑な気持ちにはなりますけど。まあ両方大切ですよねうんにはなりますね。はい。今の時代ネット社会になったことによって大衆に向けたサービスではなく、一人一人の好みに合ったコンテンツが届けられるようになりましたよね。そこでなんとこの動画では皆さんをさらにかっこよく可愛く大変化させる一人一人の髪悩みに合わせたオーダーメイドシャンプーをご紹介します。それがメデュラ。髪は第一印象の7割を占めていると言われているぐらい重要です。髪質は一人一人違うのに、今まで大衆向けに作られた商品は万人受けするように作られているので、個人的な悩みを解決してこなかったかもしれない。しかしメデュラはスマホで髪質診断をするだけで、なんと約7万通りの組み合わせの中から自分にぴったりのヘアケアを届けてくれるんです。メデュラはサロン専売品を作っている製薬会社との共同開発なので、成分のクオリティも高く、香りも調香師が監修した5種類の中から選ぶことができるんです。そこで今回僕の視聴者さん向けにとんでもないセットをご用意してくださいました。オーダーメイドシャンプー、リペア、頭皮ケアができるスカルプクレイスパ、洗い流さないトリートメントのハイパーリンクセラム、これマジでサラサラになります。スカルプリフトブラシ、合計 25,850 円の豪華セットが、なんと直木マンションコラボ記念で1000名限定の特別価格、約 77% オフの定期初回 5,940 円で提供します。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。いや、じゃあ次行きますか。いきますか。はい。行きます。犬神さん。もうずっと喋ってるけど。確かに。ショートでいいですか？あ、ショートじゃあ。ショートネタ。一旦じゃあショート行きましょあまり知られてないというか、う。はい。海ほたる。海ほたる。海ほたる。はいはいはい。海ほたる通ったことはあります。ございます。で、半分、ね、トンネルで、半分、海上という。うんあれをもう今から35年以上前かな、建設した時に、実は表に出ない海ほたる2本。2本じゃあ計3本ってことですか？そう、海ほたる。だから海ほたるも途中からこう上に出てるけど、途中から上に出ない海ほたるが、トンネルがあの時こう2本つって。へえ。なんで？聞いたことないですね。聞いたことない。これがこのすごい道路なんですよ。でそれがもちろん都心、首相官邸だとか皇居だとかその辺も全部つながってて、で最終的に千葉の自衛隊のところまで海底のトンネル。海底からずっとですよね。でそのトンネル2本あるんですよ。まあ道路ですからね、でっかい道路。普段ね何にも使わないからそこに軍用車を置いてるんですよ。特殊車。特殊車両。自衛隊が持っている、本当に完全に密閉することができる。なぜこれを軍用車の話になったかというと、そのトンネルに格納している軍用車っていうのは放射能を除去できる。除去というか放射能に汚染されてる地域でも走れる車で、
そこにフィルターがあるんですよ。このフィルターだけはアメリカが持ってる。アメリカに許可を得ないとそれを取り付けられない。で、問題は311の時。311の時に、この車で、いわゆる、福島県行って行くはずだったんだけど、このフィルターがそもそもアメリカから届かなかったっていうか、提供を受けなかった。なぜか。なぜかっていうのは、はっきりしてる。当時の政権が左だった。そうか。民主党が。民主党の時。当時の政権の上の人たちは、おそらく海ほたるのここに軍用車があるって知らないと思う。なるほど、ね。知らされてない。自民党は知ってた。はあ、そんな理由で。自民党自衛隊は知ってた。ただ最終的にアメリカも出さなかったということで、っていうのは聞きました。なんか政権が交代した時ってそういうの起きるって言いましたよね。でだからあれですよね、阪神大震災の時も社会トスもね、その当時ね、村山さん村山さんすもね、だから僕兵庫県宝塚市なんですよ、隣に伊丹っていうとこがあって、そこまあ陸上の駐屯地あるんですけど、そこで働いてる人もいたんですけど、出動命令が降りてこないと、その社会党なんで、自衛隊を行けんって言ってる頃やから指示出してこないって。2011年とかもそんな感じですよね。そうですよね。民主党の時で。これやっぱそういうのあるんですか？関係があるんですか？もちろん。じゃ意図的にそういう災害が起こってる。それ言っちゃムーじゃねえかよ。僕3月の8日に聞いてましたよ。3日前。311？誰から聞いてたんですか？まあ、P 入れてほしいんですけど。もちろん。っていうおばちゃんがいるんですよ。で、まあ、弟みたいに、その思ってくださって、で、その、奥ちゃんと電話かかってきて、で、東京に妹さんとかお母さんいなかったっけと。で、ちょっと理由は言えないんだけどと、電話だから。なんだけど、すぐに東京出なさいと。ね。で、それ3月の8日なのよ。よく福島50とかで言われてるように、あれ吉田所長がね、福島50本当は50人じゃなくて63人だったらしいんだけど、実際に、その現場にいた人も、僕の銀座一徳ってお店に来てくれたことがあって、で、吉田所長本当に男の中の男だって言って、本当に守ってくれたんだって、菅直人に、当時の首相に、何しに来たんだと、邪魔なんだ、帰れボケとか、すごかったんだよ。で、官邸のね、の命令で海水の注入やめろっていうのがあったでしょ。でもそんなことをしたらメルトダウンしますよ。起きちゃうから。でその理由が海水には不純物が含まれてるからって、何言ってんだお前大丈夫かみたいな戦ってくれたんだって吉田所長が。で海水の注入もしやめてて2号機がメルトダウンして爆発してたら、まあ、3456全部爆発して半径650、要は名古屋ぐらいまでもう放射能まみれっていう計画だったんだ。そもそも。だから東京なんていうのはそもそももうやられることもう決まってて、だからそこで数人だよ。数人の日本人が守ってるんだよね。この国を数人、まあ吉田所長含めて、だから官邸の命令、東電の本部の命令を無視して戦ってくれた人たちがいるわけでしょ。だからもう命令通りにね、あれを爆発させる計画だったんだから。そういう計画だったんです。でもそれを僕は3月の8日に、だからその人がね、冗談で僕にそんなことを言う理由がないのよ。確かに。僕は8日に知ってた。東日本大震災で大きな被害を受けた福島第一原発では1号機、3号機、4号機が水素爆発を起こしました。一方、2号機は爆発を免れましたが、もし当時海水による冷却が止められていたら同じように爆発していた可能性があると言われています。実は当時政府から海水を入れると再臨界の可能性があるという懸念が示されました。再臨界とは一度止まった核分裂が溶けた燃料に海水が影響して再び始まってしまうというものです。そのため海水注入を一時中断すべきではないかという議論があったんですけど、現場の吉田所長は独断で海水注入を継続しました。専門家の間ではもし2号機も爆発していたら放射能の放出量はさらに増え、被害はもっと深刻になっていたと指摘されています。もちろん被害を大きくするためだったという話は都市伝説です。各々の判断が異なっていただけの可能性も十分あります。ちなみに奥野さんその時動いたんですか？出なかったんですよ。出なかったんですね。そう。僕その時たまたまね、すっごい盆栽の先生が何百年かずっと生き続けてる徳川家の盆栽みたいなものをたまたま僕にこういうものを感じなさいとかって言って僕の社長室に置いてったの。そのすごい先生がたまたま。で僕その時自分の社長室にいて、そうしたらもうそんなさ、
ね、ごめんなさいじゃ済まないじゃん。ポキッと折れたら。でもその徳川の盆栽に抱きついて、それを守りながら過ごしたの。すごいなんでこんな時に置いてってんと思って。でもその人は、から情報を得てたわけですよね。と思いますね。で、今の三上さんの話だと、結局起こしたのは、どっち方面？技術があるのはアメリカぐらい。そういうことですよね。アメリカだ。で、それをアメリカが、今の話だと、完全に日本の首都圏を狙ってる。だから皆さんが調べれるね、調べ方で言うとね、あの時友達作戦って言って空母がね、近くでたまたま演習してたって言うんですよね。あの時三陸沖、震源地が200キロって言われてて、で、その近くにレーガンですか、空母が止まってて、5000人の乗組員のうち2400人が白血病とかで東電を訴えてるんですよね。で、これって調べれることなんで、友達作戦って自衛隊が入らないとこには行ってないんですよ。3キロ圏内、5キロ圏内、10キロ圏内、危ないよって言われてるところは、当然自衛隊も入んないでしょ、当時放射能漏れてるから。じゃあ友達作戦のアメリカ人が入るわけないじゃん。じゃあなんでアメリカ人だけが被爆したのかっていうことを考える必要があって、逆浸透膜って言って、最新のね、浄水器で海水も真水に変える装置を空母って積んでて、で、今の船ってほとんど積んでるんですよ。RO 膜って言うんですけど、逆浸透膜って言って牛乳入れても真水になるし、海水入れても真水になるし、だから水を5000人分の水を詰めないから、だから海水を汲み上げてそれを真水に変えて飲んでるんですよ。だからもしあそこで何かその原爆か水爆か分かんないけど、何かねプレートを動かしてプレートも S と S とか、N と N とかに一瞬できれば動くわけですよ。これは重さがとか、そんなことね、水爆何個必要じゃないかとかよく言うじゃないですか。でも N と N にしたら動くらしいんですよ。だから何かがあったんじゃないかっていうふうに思ってしまいますよね。まあそうですよね。これね、誰かわかんないんですよ。僕もあれですけど、僕はだから起きた時に横田基地から米軍のいわゆる友達作戦を計画する先遣部隊の10人と僕は一緒に横田基地から C130 乗って被災地行きました。すごいね。一緒に。そこで見てきました。で、見てきたし、近くと一回降りれなかったですよ。戻ったんですけど、それも放射線のね、問題があったりして戻る。でも、やっぱりその放射線に関しては、やっぱ非常に敏感になっていて、何かあるんだろうなっていうのはなぜかというと、その時にウォール・ストリート・ジャーナルの記者が一緒に僕と2人だけなんですね、メディア。一緒に行ったんですけど、そのウォール・ストリート・ジャーナルの記者が行方不明になったんですよ。夜に。仙台の駐屯地から。で、どこ行ったって言ったら、福市の近くの山奥でちょっと迷子になってたんですよ。何しに行ってるの？多分ね、彼 CIA かなんかだと思うんですよ。で、見に行かされてるんですよ。で、行く前に僕に最後に、行方不明になる前ですよ。行方不明になるって知らなかったですけど、駐屯地で仙台の、こんなね、サバイバルライフル持ってきてるんですよ。取材に。怖っ！で、形見なんだと、親の。だから、これお前に渡すから、なんとか持って帰ってくれと。で、僕らは軍用機で帰ってくるので、東京に。で、その後、東京で、まあ、何日か会ってからやりましたけど、その間、あそこで行方不明になって見つかってから、また変な山形かなんかで移動させられて、そこからね、関西に逃げてました。逃げてた、その後で、その彼の助言を沿ってか分かんないですけど、ウォール・ストリート・ジャーナルの東京支局も全部大阪に逃げてました。その時は。だからおっしゃってる話もやっぱりこう点と点がねちょっと合ってくる話はありますね。ただこれがアメリカがやったのか誰がやったのかはもうこれは僕らは分からないですけど、そういうのは確かありましたね。いやー、確信まで迫っています。いや、ドキドキしますね。そして海ほたるからこんなに話って深いなって思いますよね。はい。小倉さんが。めっちゃ最悪なタイミングなんです。まだよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、ちょっと、一旦ね、みんな回さなきゃいけないので。はい。お !1 番。ね、この後、どうやろうと思ったんですけど。はい。今回ね、GHQ の話とか、日本人の精神みたいな話結構ずっとされてたと思うんですけど、僕もめちゃくちゃ同感な部分があって、日本の歴史とか史をめちゃくちゃ深掘りしてるちょっとマニアなんですけど、深掘りすればするほど、日本の歴史って
ってめっちゃこの機密扱いじゃないですけど、封印されてきてるんやな、みたいな。なんか最近縄文人と弥生人で日本人って構成されてるよねってずっと考えられてたんですけど、ハプロで最近明らかになったのが、古墳人の割合が一番大きかったんですよ。古墳人？そう。古墳時代にトライしてきた人たちがむちゃくちゃ多かったみたいで。外から。そうなんですよ。ルーツとしてですルーツとして。日本人っていうのは、その歴史見ていくと、旗氏が来てたりとか、五冠の霊帝の子孫とか来てたりとか、百済が滅びたら王族全員引っ越してきたりしてるんですよ。でそりゃ供給方になるやろ、みたいな。でその度に自分たちの精神とか歴史をなんとか守りながら、歴史書を更新していってる様子が見れるんですけど、その最先端じゃないですけど、最後の地点がやっぱり、明治維新を経た第二次世界大戦後の、GHQ なのかなってめちゃくちゃ思ってて、で要は僕も、海外よく行ったりするんですけど、自分の国の国旗を掲げてなんか怖ってなる国って日本だけじゃないですか。割と国の国旗ってどこの家にもあるし、でもなんか日の丸あったらなんか思想強い人かなって。確かに。こんな神話とか歴史やっててもちょっと思っちゃうぐらい刷り込まれてるっていうか。で、日本人がもうほんまにその神話とか歴史のこと全く知らないんだ。なんでだろう。で、GHQ の話になってきて、で、神社がそれこそ各地でもともとその口伝とか伝承を受け継いでたんですけど、要はその大きい組織がもう話す範囲を全部決めて、もうここまでねっていうのを宮司さんに聞いても、ごめんちょっとここからはちょっと言えないんよねみたいな、結構いろんな方にインタビューとかするんですけども、決まってるんですよ、範囲が。ってぐらい、日本人の歴史とか精神性っていうものをここまでして封印されてきたんだって言って、僕もこの日本書紀とか古事記見ていくんですけど、日本書紀が明らかに AI 対策されてるんですよ。要は古事記日本書紀ってやっぱ暗号書みたいになってて、どう見ても例えば普通ストーリーって分かりやすくするじゃないですか。でも日本書紀だけはあれが日本の最古の聖史って言われてるんですけど、パラレル展開していくんですよ。だから僕がどこどこ行きました A、B という言い伝えでは、戦いに行って C という言い伝えでは死んでますみたいな、この AI が多分読み込んでも本当のストーリー分からへんやろみたいになってて、でそれがいろんなこの仙台くじ本紀だとかいろんな書物を横並びにして見ていくと一定の共通点が見出されていくみたいな。だから日本人ってすごいもう過去のこんだけ古来から情報戦やってたんやなみたいな。だからもう海外の貴族来てるし、藤原の不人とかがもう頑張ったのか、それとも逆に隠したのか分かんないんですけど、そんなこのね、複雑な日本という国の中で僕普段YouTube させてもらってるんですけど、やっぱこの機密あんま出したらダメなのか、何回かちょっと怖い面にもあってたんですよ。登録者どれぐらいでしたっけ？登録者今88とかなんですけど、影響力がある数字ですよ。でもなんかやっぱほんまかわかんないですけど、イルミナティと名乗る方からこれ以上歴史深掘りしたらちょっと動かなあかんくなるからっていうメッセージを届けられたりとか、脅しじゃないですか。脅しみたいなのが来てたりとか、日本の歴史って一体何なんだみたいな感じなんですけど、本当に家の目の前にモグラの歌ってあるじゃないですか。漫画知ってます？モグラの歌。モグラの歌。怖い人たちの。そう怖い人ですよ。顔中入れ墨の人が家の前で僕見ながら電話したりして。たまたまじゃなくて？たまたまかもしんないですけど、でも本当僕が剣山バンってたまたま行ったタイミングで、お堂の中におじさん一人だけ座ってて、誰にも言ってないんですけど、君に伝えることがあると。あの動画消してくれみたいな。嘘でしょ？いやこれほんまなんですよ。どこの誰っていう、だから知り合いの方かなと、お坊さんとかおったから知り合いの方かなと思ったら、全然スーってそれだけ言って帰っていったんですけど、何やったんみたいな。そんな日本の歴史ってやべえのみたいな確かにね感じの中で、だからね、もうちょっとすごく言いにくい話なんですけど、いろんな方とコラボするわけじゃないですか。そこの中のやっぱこの判断とかって難しい。いやもう大体みんなうさんくさい人が多いですよね。いろんな方いるし見え方もあるし、中でもある一族を名乗る方と出演していただいたんですね。でその方が実際どうというかは僕も未だに分かんないですけど、ただお呼び出しを食らったんですか？いただきましていただきまして、いただきまして、でちょっとその一族の方々とちょっとそれは佐野くん的にはその一族が本物なんだろうなって感じる部分はあった？もう顔も出てる方なんで、もうしかも間違いない二つとない顔というか、言い方いい意味でなるほどねの方なんで、僕ももちろん知ってたし、もう見た瞬間はもう一目でわかる方にとその周りの方々がずらーっといてて、でちょっとこの小さい部屋の中でいろいろお話を受けるっていうことが
あったんですね。ある意味、あなた動画でダメですよじゃないですか。その方についてお話がありますみたいな感じで、それはもうザ日本由緒ある福岡系の方々。だからそういうところがそれこそ動かざるを得ないようなことになっていたのか、僕の知らない動きがあったのかわかんないんですけど、だからそこでちょっと僕もなるほどと、それはちょっとわかりました。さすがにその権力にはまあ軽く叱られたんだね。軽く叱られたんですよね。呼び出しで。こんなんあるんですか、三上さん。いや普通ないんだけどやる。そこが動き出すっていうことがまずない。普通ない。だよね、三上さんもいろんな多分扱って。いやどうだろう。やらかしたんだよこいつが。やらかしたこいつが。意外にさ、部関係もちょっとこう絡んでる話ではあるんですけど。心当たりはあるんですか？あります。その方が出てったってことなん。そのやらかしちゃったなみたいな、この部分がみたいな。でも確かに出てたっていうことで、だけそこ実は怒られたってことでもないんですよ。どうしていくじゃないけど、当たり前じゃん。そんな怒ったり指図するわけがない。まあそうっすよね。もう察してるだろ。まあ察してください。ただ僕はちょっとその中でも戦う方には行きたくないなってもちろん思ったので、穏便に済ませる。僕はちょっとこう、じゃあ動画を非公開にしますみたいな方向にしたら、一瞬で多分こう気づかれて、誰にどういう意味？視聴者の方に、どう消したんですかっていう。非公開した瞬間に、いやまあどういう人かわかんないんですけど、話題になって。なんで消したんだ。僕らはその一室でこの密約じゃないですけど、大ごとにしたくないっていう方やったんですよ。その一族の方自体は。で大ごとにしたくないのであれば分かりましたと。じゃあそっち消すっていう方がいいですねってなったら炎上したから、でも説明できないんですよ。もう穏便に行くっていう方向で行ってるから、とも言えないし。そうですね。これは今出してはいいね。なんで言ったんですか。なんで僕ここで言ってるんですか。大丈夫かな。これ大丈夫です。いや大丈夫じゃないっすよ。大丈夫ですけど、こんな大丈夫。まず大丈夫。まだ大丈夫。ギリギリ大丈夫。三上さん大丈夫ですか？まあギリギリもうなんかあったら三上さんちょっとお願いします。助けてください。ほんまに。とか言わなきゃ大丈夫だ。言うてる。ちょっと今出ましたよ今。いた？ある一族の方ね。っていう。まあでもそれぐらいこの日本の守るためというかね。だってこれ本当何千年のある歴史の。守られてるってことですよね。守られてる人たちのお叱りというかメッセージというかね。すごいよ。なかなかすごい。でも三上さん、でも今だからそういった人たちは権力を持ってるんですよ。権力というか、今ね、あとはホニャララはもう聞けば誰でも知っている。普通はね、そういうね、呼び出しというかお呼びというか、しないですよね。まあそれだけ、まあ今 YouTube とかね、なんか影響力があるんですか？あるというふうに向こうが判断して、まあこれは早めに対処しておかなかった。まあ周りの取り巻きの方々もたくさんいるんで。僕奥野さんがこんな熱い話した後に怒られた話してる。このファイターの後にこんだけ熱いメッセージの後に。向こうの方からするとやっぱりエンターテインメントの世界にいる YouTuber の方だとして、なんかその行く時とかになんか携帯を置いてとかなんかなかったんですか？なんかだって変な話録音したら録音してそれを流すっていう本当に炎上。でもそれしたらもう僕ここに立ってないと思うっていうのも込みのなんかもう分かってる。本当に変なことしたらもうただじゃ済まないだろうなっていう。もちろんそんななんか暴力的な雰囲気とはまあないですけど、ただまあ存在的にただものではない。その奥行きがあったってことですか？まあ当然なんかその周りにはね、ある種のすごいバックというか、まあそうですね。秘密組織というか、もっと恐ろしい世界まで、裏の社会まで影響力のあるような方々が、そこが動いたんやろうなっていう気配。僕たちは戦わないですからね。そうですね。戦わないですもんね。はい。それ言っときましょう。それ言っときましょう。平和ですもんね。一番最善のね。笑顔が大事だよ。今は大丈夫なんですね。今は大丈夫ですね。まあ、ちょこちょこなんか変なことはなんかあったりはするんですけど、なんとか。意外と YouTube 影響力あるそうです。いや、まあそうですよね。年々それだって増してるっていう話よく聞くじゃないですか。そうですね。増してる気はしますね。だから政治家の方からのコラボも結構増えてきてる。以来。まあそうですよね。だいぶ選んでますけど、本当に有名な方からのとかもあるし。いやー、すごいな。でもね、奥野さんもつながりがすごいじゃないですか。言ってもいいのかわかんないですけど、歴代首相とかとも交流があるって。ああ、そうですね。唯一 DS と戦った鳩山さん好きなんですよね。鳩山さん仲いいです。2ヶ月に1回とか、お食事させていただいたりとかしてるんですけどね。そこでも、ある意味、だから、外国の圧力とかそういうのも彼をね、もろ感じてるんじゃないですかね。
だからやっぱりその日本の中でそのマスメディアの影響ですごいなんかお母さんにお小遣いもらってたねお坊ちゃまでそうですよね。彼がそもそも家計的にね韓国に土下座外交してみたいなね、なんかそういうイメージを植え付けられてるじゃないですか。でも実際はアメリカからの命令を跳ねのけた初めての総理大臣なんですよね。及川さんも、いや、そこまでの認識をちゃんとしてなかったんだけど、6月29日にね、私が自分の会社の仕事とは別にやっている一般社団法人で、ザ・コア・フォーラムっていう、シンポジウム、イベントやってるんですよね。プーチンによる新世界秩序っていうテーマを掲げてたんですよ。で、プーチンによる新世界秩序で、語れるスピーカーを誰を呼んだらいいんだろうっていうので、すごい悩んだんですよ。最初に決まったのが、ワシントン在住の国際政治学者で伊藤寛先生。で、伊藤寛先生と他に誰かいませんかねっていう話をしてたら、伊藤寛先生が、鳩山幸夫総理どうっていうふうに言われて。で、その時私ね、それはいいと思ったんですよ。っていうのは、ちょっと奥野さんの視点とまた違う視点だったんだけど、プーチンが今のウクライナ戦争、今のウクライナ戦争って3年前の2022年から始まったっていう思われてるのが、本当は2014年、その8年前、2014年のマイダン革命っていうクーデターが始まってるんですよね。そのウクライナの中の。その時にすぐにプーチンはウクライナの一番東のクリミアを編入したわけですよ。で、この時に世界中がプーチンはウクライナの領土を奪ったって言って、そうですよ。国際秩序を乱した国際法を破ったっていうんで、現代のヒトラーだっていうんでものすごい批判されて、そこから始まってるんですけど、その時に鳩山さんがもう総理退いた後だったんだけど、すぐウクライナに行って、で、現場を見てるんですよ。本当にプーチンがロシアの兵隊たちを使って銃で脅して、それでロシアに編入したのか、それとも違うのか。で、見に行ってクリミアの人たちに実際話を聞いたら、このままでいったら私たちはウクライナにされると。なぜならばウクライナにネオナチが入ったからですよ。アゾフとかいろんなのがいるんですけど、ウクライナだけじゃなくてヨーロッパ全体にネオナチがいるって、私もヨーロッパに住んでたんでよくわかるんですよ。80年経っても未だにいるので。で、特にウクライナ多いんですよ。多いんだ。で、その連中が普通だったら単なる反社なんだけど、政府に入って正規軍に入っちゃったので、その連中は人種差別主義者なんで。オデッサの虐殺とかって検索すると、歴史的事実としてネットフリックスでも2本ぐらい動画あるし、その連中が実験取ったんで、クーデターで、それをクーデターに取らせたのがアメリカのネオコンですけど、ビクトリア・ヌーランドです。ヌーランドはその時まだ真ん中ぐらいでしたよね。で、鳩山さんがその時にウクライナにすぐ行って現場を見てるんですよ。それ知らなかった。ちゃんとブックレットで小さな本書いて、で、その時2014年、その時に決してプーチンは悪くないんだと、ウクライナの人たちを救ったんだって日本で言ってたのは鳩山幸夫と大川隆法ぐらいですよ。あといない。山田さんから見たらどうなんですか。いや、だからアメリカからは憎まれてますよね。アメリカ側の人に話を聞くと、必ず事態は悪かったっていうのは必ずアメリカのいわゆる DS と言われる人たち、要するに選挙を受けて入ってない人たちですね。今この動画を見ている皆さん、じゃあなかなか不健康なものを食べてますね。忙しい日々の生活で健康を意識するのは大変です。そんな皆さんにこの番組を実現させてくれた今回のスポンサーさん、ナッシュさんです。栄養バランスをきちんと考えてくれて、冷凍宅配なのでレンジでチンするだけで食べられるナッシュ。なんとナッシュでは管理栄養士と専属シェフが約100種類のメニューを開発してくれているんです。しかもこれが安くて、買えば買えるほどお得になるナッシュクラブでは最高ランク会員で、10食プランの場合1食あたり税込み499円。購入回数や個数に縛りなく好きな時に停止再開ができるこのサービスの良さから累計販売食数1億3000万食を突破しているそうです。皆さんは食べたもので体が構成されています。少しでも自分の体に気を使いたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。今回最大5000円オフのクーポンを提供します。スマホからこの QR コードを読み込んでチェックしてみてください。大丈夫ですか、ドーリー君。大丈夫です。非常に知らない情報から、そうなのかなっていう勉強になることがあるので。いや、じゃあ、行きましょうか。行きます。おー！何を話せばいい？この流れで。さっきのサムさんのね、古代のところからのね、今、
暴かれてきたみたいなね、ちょっとそれ私も同じような問題意識をずっと持ってて、一番やっぱりハッとさせられたのが去年のパリオリンピックの開会式、去年のパリオリンピックの開会式でLGBT 的なね、あれはよく見ると中身はサタニズム、悪魔崇拝、本当にあるんですか、やっぱ悪魔崇拝。もあると思ってます。宗教の中には神とか仏を信ずる宗教とは別に悪魔を信ずる宗教っていうのもあるわけですよ。地下組織でも何でもなくって宗教法人なんです。宗教法人。アメリカではきちっと宗教法人になってて、アメリカの宗教法人っていうのはアメリカの国税にあたる IRS ってところに登録して、でいわゆる非課税になるんですよ。で非課税になってるんですよ、アメリカのサタニズムの教会が。堂々としてる。2つあるんですかね。サタン教会とサタン寺院っていう。チャーチオブセイタンっていう、これがそのサタン教会。それからサタニックテンポ、これがサタン、最近ね、サタン寺院っていうか、テンポだから2つ大きな組織があって、チャーチオブセイタンが一番大きいんだけど、これ20世紀にちょっとサーカスかなんかやってた変わったアメリカ人の人物でラベイっていう人が始めたわけですよ。もう100年ぐらい経ってんだけどずっと続いていて、多分ね日本にあるんですよ。日本語のホームページある。で世界にあるんです。もう世界中に広まっていて、さっき最初に話したパリオリンピックの開会式のセレモニーは明らかにその流れなんです。目的何なんですか、彼らは。もう広めることです。もう要するにもうね、広めるタイミングが来たと。その表に出させたのはパリオリンピックっていうフランスの国威高揚のための最大の機関じゃないですか。でこれを指揮してたのはマクロン大統領です。でこのセレモニーの演出をやったのがトーマス・ジョリーっていうフランス人の男性なんですけど、LGBT なんですね。でこの人を見出してこの人にやらせたのがマクロンの奥さんです。ブリジット・マクロン。男性疑惑の男性です。もう及川さん的にも 100% 男性。100% 男性です。100% 男性。だから男性っていうかジェンダーで肉体的なあれがそう生物学的には男性っていうこの人がこの特殊な演出家を選んで、で例えばその中ではキリスト教を冒涜するような内容っていっぱい入ってくる。でそれからフランスの歴史の中でフランス革命ってあるじゃないですか。でここでマリー・アントワネットがギロチンにかかってるんですね。でマリー・アントワネットがギロチンにかかったそのマリー・アントワネットをパロディにしたのが出てくるんですよ。やってましたよね。これ何かっていうとフランス革命を表してるんだけど、フランス革命ってそもそも一体何だったのかと。我々は歴史の中では市民革命ってことで、人類の偉業としてなんか自由平等博愛とかって言ってね聞くわけですよ。だけど実際起きたのはクーデターですよ、当時の。でそのためには武器が必要だった、その武器を一体誰が用意してたのか。市民が持ってるわけないんだから、市民は何も持ってない。ウクライナのマイダン革命も全く一緒だけど、市民は何も持ってないのでそこに武器を用意してたのがフリーメイソンですね。これもう流れが全部一緒じゃないですか。ね、そうフリーメイソンが用意していて、そういう流れなんですね。そうで彼らはじゃあ何の目的でやったのかって言ったら、確かに当時の王政をひっくり返すのもあるけど、でも王政だけじゃなくて王政のバックにいたのはカトリック教会なので、カトリック教会の打倒なんですよ。つまりカトリック教会って確かに当時も腐ってたんだけど、カトリック教会っていう神の権威を倒したかったのは一体誰なんだと。悪魔ですよ。ほう、なるほど。悪魔とその悪魔を崇拝してる人たちです。だからこの悪魔崇拝っていうのはずっとあるんですよ。正確に4世紀ぐらいからずっとあって、でその悪魔崇拝の儀式が子供の生贄です。これもだから YouTube 的にいいのかどうかわかんないけど絶対バンされます。ダメです。大 NG です。日本のこれはちょっとオカルトですけど、織田信長が言ってるんじゃないかみたいな話あるじゃないですか。ジョルダード・ブルーノって言って顔がやたら似てるみたいな。そこって実際にじゃあ真実だと一回仮定した場合、それを日本に文化で持ち込むっていうことはやっぱり日本の今決まってることとかもその時代の悪魔崇拝っていうものの関わりが
あったら結構やっぱ根深いものなんですか？なんかその今現代の政治のことの今日お話をしたじゃないですか。でもそのフランス革命の時代から日本からの、根深いね、そうなるとじゃあね、ちゃんと根本的なこと言う。はい、この生贄とか云々っていうのは、ある種の魔術とか儀式なんだけども、それはキリスト教だけじゃなくて、全世界の宗教にある。その通り。これは、いわゆる人間関係もそう。すべては、関係っていうでしょ？これは交換なの。お話をする言葉を交換する。ね。言葉を交わすっていうでしょ。関係性っていうのはすべて交換。プレゼントの交換もそうだし。欲望の交換っていうのもある。だから何かお願いするときは何かを差し出す。神社に行くときはお賽銭やってお願い事する。これは基本なわけ。で、それが目的が、例えばお母さんの病気が良くなりますようにっていうのが、なんか白魔術だ。で、誰かをしてくださいって黒魔術だ。っていうふうに分けるんだけど、根本的な原理は同じ。だからイエス・キリストが十字架にかかったのも、あれは生贄なの。自ら神の子が十字架に生贄になることによって全人類の罪を背負うという。同じようなことを逆にすれば全人類を滅ぼすことになる。これが全部こう表裏一体なんですよ。ちなみに知り合いでバチカンの図書館100万冊のデータをなんかこの、データ化する情報っていうので55億円ぐらいかけて日本人の資産家がそれ払ってやったらしいんですよ。で10万冊ぐらいが非公開のデータもう全部情報に入ってて、そこにびっくりするぐらい日本とのつながりが書かれてたらしくて、それこそその中に織田信長の記録もあったらしいっていう話を聞きました。織田信長がバチカンに献上してるから。献上してますよね。だからかな。その公式的にやってますよね。確かにその信長の次にやった日本人が有名な高野さん、高野長さんが米を献上をね。ローマ法の力が強すぎるから王族の力を強めるために日本の皇族の血を入れてった記録みたいなのも言いますよね。そう残ってたっていう話を情報なんかもらって見てて、1500年代とかその辺で。そうなんですよ。イエズス会が日本に来た目的っていうのが、私は自分が宗教者だったから純粋にイエスの福音を知らせたいってのはあったと思うし、それでやってた素晴らしい仕事もいっぱいあるんですよ。ただ全てのことにやっぱお金が必要なので、資金源がやっぱりあったはずなんですよ。その資金源の部分でバックアップしてたところに、いわゆる帝国主義的な日本を支配するための勢力はいたはずなんです。でそれがいわゆるグローバリズムですよ。根本は東インド会社よ。そうだね、東インド会社。結局そこなんだよ。いやどうすか中丸くん、ね。いやもうちょっと刺激の塊すぎましたね。まだその本当か嘘かは分からないとしても、ファンタジーにしとこう。このタイミングでこんなこと言ったら失礼なのかもしれないですけど、いやもうエピソード強すぎて、家で寝る前にベッドで一人で見るのが一番いいですよね。そうね。刺激がちょっと強すぎて。それは間違いない。でもそれぐらい食らいましたね。ありがとうございました。サム君どうでした今日はちょっと。いやちょっともう記憶ないっすね。わかる。濃すぎて。わかる。もう飛ぶよね。ここまでとは思ってなかった。大丈夫です。これ500万再生いかせます。そこで見てください。2本変わりますマジでこれ。どうすか山田さんこの回。いやいやかなり濃いですよね。いや僕いっぱい学んだこともある、知らなかったこともいっぱいあるんで。本当ですか。逆にあなたもだいぶキーパーソンとして繋がってる。いやいい意味でこちら側の DS のスパイってことです。DS 側のこと知ってる。DS 側のことを知ってるパターンですけどね。でも本当になんかね、見方によっていろいろ違うし、分析の仕方によって情報はねあるんでしょうけど、どう分析するかによってやっぱ見方も変わってくるし、起きてくることも変わってくるし、特にねこの今後のことについては誰も正解わかんないわけですから。でもねこういうのを今僕たちが議論して公開して数百万再生できる時代じゃないですか。ある意味冗談なしで俺らで世の中変えられちゃうんじゃねっていう。いけるのかな。やるのすげえな。なんか言っておきたいことあります？いいですか？おお、どうぞ。ちょっと一瞬ね。これはちょっと情報源は P してほしいんですけど、が僕すごい仲良くてね。なんでそんなとこ仲いいんですか？で、その彼がね、台湾有事来年って言ってたんですね。2026年。で、台湾有事か感染症のどっちかで物流が止まる。
で、物流が止まった時に、これは世界で研究があるんだけどっていう前置きをして、一番困るのは日本だっていうもうデータが出てて、数千万人規模、6000万人から8000万人が餓死する。これ東大の現役の教授が言ってる。日本政府のことなんかもこの番組をちゃんと理解した人は信用できないと思うんだけど、だから言いなりで日本を弱体化させるために自民党、公明党っていて、やられるかもしれない数千万人レベルでよ。で、これをやっぱり止めたいなって思ってて、僕は最後日本人が勝つって未だに思ってるんですよ。僕、ごぼうの党、守る防ぐでごぼうの党っていうのを立ち上げて今に至るんですけど、ごぼうの党 X とかって検索すると出てこないんですよ。なんですけど、ごぼうの党公式サイトとかごぼうの党公式ホームページって検索していただいたらトップに YouTube から全部 X もインスタも貼ってあるので、なんかそれを多くの人に見ていただきたいなと。僕は最後まで残る気なんで、最後まで僕は残ろうと思ってるんで、もう本当にあと1年とか多分2年ないので戦えるのが。だからみんなで、これはみんなでやることなんだよと。いいきっかけなんじゃないですか、これ。いや、嬉しいですね。だから声かけていただいて。いや、こちらこそです。まあ。そんな回です。いや、ですね。はい。いやー、最高です、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございました。もう終わんなきゃやばいですね。I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. Woo! Watch out, get ahead, watch out, get ahead, watch out, get ahead. Watch out, set it up, bet you I shut it down, watch out, get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare. I'm a line, but the winner about the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how